世界の辺境マニアです。本日は中国雲南省昆明にある雲南に暮らす26の民族が集められた場所、雲南民族村に来ました。本来、彼らは同じ場所に暮らす人たちではありません。それぞれ雲南省の山奥や国境地帯の全く違う地域に暮らしてきた民族です。それが今、同じ敷地に同じ距離感で同じように並べられています。なぜ26の民族はここに集められたのか。私はこれまで雲南各地でこの26の民族が実際に暮らしている村のほとんどを訪れてきました。本物の民族の村を何度も歩き、現地の飾られていない姿を実際に見てきたからこそ、ここに再現された民族の姿がどこまで本物なのかを確かめに来ました。雲南民族村。これは文化の保存なのか、それとも文化を演じる舞台なのか。今回は雲南民族村を歩きながら中国という国の構造を見ていきます。前回の動画では世界遺産6700段の棚田を見に行き、そこからバスで昆明まで移動してきました。そして今向かっているのは雲南民族村です。実はここを訪れるのは今回が初めてではありません。今から9年前にも一度来ています。9年前はただの観光地として見ていましたが、今は実際の民族の村を知った上でもう一度ここを見に行きます。9年前と比べて雲南民族村は何か変わったのか、それとも何も変わっていないのか。今回は民族村そのものだけでなく、9年前と比べての変化も含めて見てみたいと思います。9年前は少数民族を一度に見られる場所という程度の認識でした。しかし今は雲南各地で実際に民族が暮らす村を歩いた後でもう一度ここに立っています。雲南民族村の大きな門をくぐってまず目に入るのは民族の家ではありません。土産物や装飾された看板、観光客。9年前と同じようでいて、どこか少し洗練された印象もあります。パッと見た感じの雰囲気はほとんど同じ印象です。懐かしさも感じます。この通りには雲南らしさがわかりやすく並んでいます。色鮮やかな民族模様の小物。民族の装飾品。民族のお菓子や食材。民族衣装のコスプレをする菓子衣装店。民族のコーヒー店。きのこ鍋の民族料理店。9年前も同じような光景を見ました。ただ当時はそれを疑問に思うことはほとんどありませんでした。その後、私は雲南の山間部や国境地帯で民族の村を何度も訪れました。観光客のいない集落。普段着が民族衣装のお年寄り。土の匂いが残る古民家。誰かに見せるためではない日常。その記憶を持ったままこの通りを歩くと同じ景色でも見え方が変わってきます。さて、こちらが雲南民族村の全体マップです。地図を見てもわかると思いますが、とにかく広いのです。敷地面積はおよそ90ヘクタール。感覚的には東京ドーム19個分ほどあります。この中に26の民族それぞれのエリアが点在するように配置されています。すべてを早足で歩いてみて回っても4から5時間。じっくり立ち止まって見始めると1日仕事です。正直、かなり大変です。ですが今回はこの広い民族村を歩いて26の民族すべてのエリアを見て回ります。90元でチケットを購入し、いよいよ雲南民族村の中に入ります。ここから先が雲南民族村の本店です。中に入ると、まず目に入ってきたのは、頭上に
ひょうたんのような装飾が通り一面に吊るされている光景です。民族の村というよりもテーマパークのような印象です。9年前も同じような風景を見た気がします。園内には移動用の電動カートも走っています。ただ、中国語が話せないので、乗り方も料金も行き先もわからないし、一人だし、自分のペースで見学したいので、自分の足で歩いて回ることにします。まず、入り口から入ってすぐにあるのが、アチャン族の民族エリアです。この看板には、こう書かれています。アチャン族は、雲南省に暮らす少数民族の一つで、人口はおよそ3万4千人。主に、雲南省西部の徳高タイ族チンポ族自治州、ロ川県や涼河県などに暮らしています。信仰は、祖先崇拝を中心とした伝統的な信仰が基本で、地域によっては、清浄仏教を信仰する人たちもいます。アチャン族の祖先は、古くからこの地域に定住し、13世紀頃には、現在の居住地に定着したとされています。また、アチャン族は鍛冶の技術に優れ、刀や短剣などの金属製品を作ることで知られています。これらは、雲南省内だけでなく、四川省やチベット、さらには海外にも流通していたと書かれています。この民族エリアでは、アチャン族の伝統的な建築様式として、中庭を囲む構造の家屋や、瓦や根、石の土台を持つ柱などが再現されています。アチャン族のエリアでは、看板に書かれていた通り、鍛冶の作業が再現されています。炉の前に立ち、鉄を熱し、ハンマーで叩く。アチャン族は、古くから刀や刃物を作る民族として知られてきました。目の前で行われているのは、その技術を実演という形で見せるものです。他にも、アチャン族の機織りの実演が行われていたり、川の水を利用して自動で動く、杵と臼のような仕組みの水筒と呼ばれる装置があったり、アチャン族の手織りの民族柄の小物や民族衣装が販売されている小屋もあります。アチャン族のエリアを出ると、レンタルの乗り物が並んでいました。4人乗りの自転車、3人乗りの電動カート、そして、園内を一周する機関車や、大人数向けの大型電動カートです。料金表を見ると、7人乗りの電動カートは、2時間で400元。13人乗りになると、2時間で600元。機関車は、園内を一周する乗り物で、1人30元。ただし、決まった場所でしか乗り降りできません。3人乗りや4人乗りの自転車や電動カートは、時間制のレンタルで、1人で使うと割高になります。私の場合、1人なので、どれも費用対効果が悪く、歩いて回ります。次に訪れたのが、ドアン族の民族エリアです。この看板には、こう書かれています。ドアン族は、雲南省に暮らす少数民族の一つで、人口はおよそ2万人。主に、雲南省西部の徳高州や、宝山市周辺に暮らしており、山間部での生活を続けてきました。信仰は、上座部仏教を中心としていて、人々の暮らしや年中行事は、仏教と深く結びついています。代表的な祭りには、水かけ祭りにあたる行事のほか、開門節、閉門節などがあり、衣装や装飾は、非常に色彩が豊かだと紹介されています。また、ドアン族は、茶の文化でも知られていて、歌や語りとともに、独自の生活文化を育んできました。建築は、木と竹を使った平屋建てが基本で、集落の中には、寺院や仏塔も配置されています。ドアン族の仏教寺院の看板には、こう書かれています。ドアン族の人々は、上座部仏教を信仰しており、ほぼすべての村に、仏教寺院が建てられてきました。外から村を訪れた人は、まず最初に寺を参拝し、仏に敬意を示すのが、習わしとされています。寺院の内部は、3段に分かれた構造になっていて、最前列には長年修行を積んだ信者、次に既婚男性、最後に女性と子供が座ると説明されています。
ドアン族の信仰と暮らしが深く結びついていることを示しています。次に訪れたのが、ジンポ族の民族エリアです。この看板には、こう書かれています。ジンポ族は、人口およそ13万人の少数民族で、主に雲南省西部の特攻タイ族、チンポ族自治州に暮らしています。信仰は、自然界のすべてに魂が宿ると考える。原始宗教が中心で、祖先や精霊を大切にする文化を持っています。最も重要な祭りが、毎年旧暦1月に行われる、宗を立仮説です。この祭りでは、大勢の人が集まり、円を描くように踊る。大規模な舞踊が行われると紹介されています。建築は、山観坊と呼ばれる。独特の住居様式が特徴で、集落の中心には、祭りの象徴となる柱が建てられます。ここでは、そうしたジンポ族の文化と暮らしが、この民族エリアとして再現されています。次に訪れたのが、チベット族の民族エリアです。入り口には、チベット族の村と書かれた看板があります。他の看板と違い、説明文がありません。私はこれまで、何度もチベットを訪れてきました。ラサ、カイラス、ソーイン、地方の村。実際のチベットの隅から隅まで、自分の足で歩いてみてきています。その視点で、ここを見ていきます。まず目に入るのが、このチベット寺院です。白い壁に、金色の装飾。いかにも、チベットらしい外観です。ただ、実際のチベットの寺院と比べると、規模はかなり小さい。チベットの本物の寺院は、もっともっと大きく、建物そのものが、周囲の景色や地形と一体になっています。ここでは、それが単体で、ポンと置かれている印象です。中に入ると、鮮やかな色彩が目に飛び込んできます。赤、黄、緑、青。確かに、チベット仏教らしい色使いです。ただ、よく見ると、装飾の密度が違います。本物の寺院では、彫刻や彩色が、驚くほど細かく、一つ一つに意味があります。ここでは、遠目にはそれらしく見えますが、近づくと、作りはかなり簡略化されています。次に現れるのが、マニ車です。実際のチベットのマニ車と比べると、素材が違うし、彫刻も雑で少ない、ハリボテ感のあるマニ車です。熱心なチベット教信者の人なら、怒るレベルの、お土産店で売っている、おもちゃのマニ車を、少し大きくしたような作りです。ここでは、マニ車が長く並べられ、誰でも簡単に回せるようになっています。便利ですが、祈りというより、体験型の展示に近い。さらに進むと、石を積み上げたラプツェや、仏塔のようなものが現れます。これらの石積みには、単なる目印ではなく、チベット仏教や現地の信仰に基づく神聖な意味を持っています。チベットの村では、こうしたものは、何十年、何百年と、人の手で積み重ねられてきました。ここにあるものは、形は似ていますが、時間の重みがありません。全体を通して感じるのは、これはチベットの再現ではなく、チベットのイメージを集めただけの展示施設という感じです。本物のチベットは、もっと静かで、もっと繊細で、そして、もっと圧倒的です。ここは、わかりやすく、写真に撮りやすく、短時間で、チベットらしさを感じられるように作られています。それが悪いとは言いません。ただ、本物を知っていると、物足りなさは、どうしても感じます。このチベット族エリアは、信仰の場というより、信仰を説明するための舞台。そう感じながら、次の民族エリアへ向かいます。次に訪れたのは、タイ族のエリアです。タイ族は雲南省南部を中心に、メコン川流域に暮らす民族で、人口は100万人を超えます。稲作と水の文化、上座部仏教を信仰する人々です。入り口を入ってすぐ、タイ族のコスプレのような民族衣装を着た女性が、民族楽器を演奏して迎えてくれます。音はどこか素朴で、リズムも単調。
観光向けにわかりやすく整えられた演奏という印象です。現地の村で耳にする音楽は、もっと生活に溶け込み、儀礼や酒宴と強く結びついています。ここでは、いかにも民族音楽です、という感じで、わかりやすく演出しています。民族楽器の演奏の場所を後にして、門をくぐり、少し歩くと、すぐに土産物店が現れます。動線は非常によく計算されていて、迷うことなく、買う場所へと導かれます。店内には、タイ族風のアクセサリーや衣装、小物が並びます。ただ、実際に村で使われているものというより、観光客向けにアレンジされたデザインが中心です。機械で量産されたようなものが多く、本来の手仕事にある粗さや個体差は、あまり感じられません。土産物店を出ると、今度は一軒のタイ族の料理店があります。見た目はそれらしく、雰囲気も高級そうに見えます。ですが、現地で見てきたタイ族の食堂とは全く別物です。本物のタイ族の村では、食事はもっと素朴で、生活の延長にあり、観光のために切り取られた空間ではありません。ここは、体験しやすく、清潔に加工されたタイ族文化です。続いて見えてくるのが、民族衣装の貸し出しと土産物の建物。写真映えはしますが、実際にタイ族の人々が日常で着ている衣装とは、かなり違います。本物はもっと地味で、お年寄りしか着ておらず、生活の中で少しずつ擦り切れていくものです。この貸し衣装店にあるような、派手な民族衣装は、観光用です。こちらはタイ族の古い高床式住居を再現した建物のようですが、残念ながら閉まっていて、中には入れませんでした。外から見る限り、作りはかなり簡略化されています。実際の村の家屋は、木組みや床の高さ、湿気対策まで、もっと繊細に考えられています。最後に現れるのが、ドラゴンボートのような船。これはタイ族の水文化や水かけ祭りを象徴する展示でしょう。ただ、タイ族の村で祭りの日に本物のドラゴンボートのレースを見たことがあるのですが、すごく白熱し、人の熱気と声援、水しぶきに包まれます。そんなことを思い出し、タイ族の白い仏塔を見ながら、次の民族エリアへ向かいます。次に来たのが、シュイ族のエリアです。看板を見ると、人口は13000人ほど。独自の言語や文化を持つ、割と小さめの民族です。この建物は、シュイ族の伝統的な2階建ての住居を再現しているそうです。柱や構造はそれっぽいですが、全体的に生活感のない、いかにも展示用の建物です。中に入ると、壁には仮面やお札が飾られていて、シュイ族が信じてきた精霊信仰や厄除けを表しているようです。ただ、これは展示用に飾られているものと思います。こちらが台所です。かまどがあって、木桶やザルが並んでいます。昔はここで炊事をして、家族の食事を作っていたという再現でしょうが、本物の村では、ほとんどの家のキッチンは、火を使うので外にあります。展示用に老朽化しないように、屋内に作ったものと思われます。いろりもあります。鍋も置かれていますが、生活感のない綺麗な展示用のいろりです。一度外に出て、同じ建物の横の部屋へ。部屋ごとに役割を分けて見せる構成です。こちらは寝室の再現でしょうか。ベッドに収納棚。壁には民族衣装が展示されています。
外に出ると、穀物を引くための大きな石臼があります。近くで見ると、かなりの重量がありそうです。何人で動かしていたのでしょうか。日常的に使うとなると、相当な力仕事だったはずです。しばらく歩くと、入り口の看板に、大川集房と書いてる建物が出てきました。民族の織物や刺繍を扱っている工房兼お店のようです。中に入ると、民族衣装や織物の生地、それから手作りの靴などが並んでいます。色使いが綺麗で、写真映えしそうなものが多く、民族の特徴がわかりやすく展示されています。こちらには、昔から使われてきた機織り機が展示されています。実際の作業の様子が想像しやすいように、道具の配置もわかりやすくなっています。この建物、階段を上がると2階にもスペースがあるようなので、上に行ってみます。2階には、さらに機織り機や、民族衣装、それから昔の写真などが展示されています。生活の様子や、どんな人たちが、どんな環境で暮らしてきたのか、写真を見ながら知ることができます。この建物は、民族の文化や暮らしを、初めての人にもわかりやすく紹介する場所、という感じで。短い時間でも、全体の雰囲気を知るには、ちょうどいい展示工房です。次に訪れたのが、こちらのプイ族のエリアです。看板を見ると、プイ族は、主に中国の雲南省や貴州省、それから広西チワン族自治区などに暮らす少数民族で、人口はおよそ5万5千人ほどいると書かれています。民族の起源は、古代に、百越と呼ばれていた人々につながるとされていて、長い歴史の中で、この地域に定住してきたそうです。暮らしの中心は農業で、特に水のある環境を生かした生活が特徴です。川の近くに集落を作り、水と共に暮らしてきた民族だということがわかります。言葉はプイ族語を使いながら、現在では中国語も日常的に使われているそうです。信仰については、自然の中に霊や神が宿ると考える民間信仰があり、祭りや年中行事も、そうした考え方をもとに行われてきた、と説明されています。次に訪れたのが、こちらのブラン族の民族エリアです。ブラン族は、雲南省に暮らす少数民族の一つで、主に雲南の南西部や南部の山間部に集まって生活してきました。人口はおよそ9万人ほどとされていて、古くから焼き畑や農業を中心に、自然と共に暮らしてきた民族です。信仰の面では、万物には魂が宿る、という考え方が強く、自然や祖先、精霊を大切にする文化が根付いています。集落は山の斜面や丘の上に作られることが多く、木造の高床式住居や、祭りや儀礼の場となる広場を中心に構成されているのが特徴です。ここから、建物の中に入ってみます。中には、ブラン族の文化や生活に関わる工芸品や装飾作品が展示されています。壁に並ぶのは、伝統的な模様を取り入れた作品や、日常の風景を題材にした装飾品です。こうした模様には、自然への感謝や、家族の繁栄、災いを遠ざけるといった意味が込められているそうです。一つ一つを見ると、暮らしの中で育まれてきた感覚や、ブラン族ならではの世界観が、表現されているのがわかります。しばらく歩いて、次の建物へ向かいます。この辺りは、高床式の建物が並んでいて、湿気の多い地域で暮らす知恵が、建物の形にそのまま現れています。床を高くすることで、風通しを良くしたり、洪水対策、害虫や湿気を避けたりする工夫ですね。ここは高床式住居の1階部分。人が生活する場所というより、道具を置いたり、作業をしたりするための空間です。農作業の道具や、
収穫物を一時的に保管する場所としても使われてきました。生活と仕事が自然に一続きになっている感じがします。隣の建物に入ると、ここはキノコや薬用植物を展示、販売している場所です。棚には乾燥させたものが瓶やカゴに入れて並べられています。売り場というより、この地域で採れるキノコや薬草を紹介する展示スペース。そんな雰囲気の場所です。棚の上や下には、他にも乾燥キノコや根のようなものがいくつも並んでいて、それぞれ瓶に入れて、名前と価格がわかるように展示されています。こちらが、天麻。値札を見ると、産地は雲南、量り売りで、1g あたり、1.2 元と書かれています。次にこちらは、石黒。同じく産地は雲南で、こちらも量り売り、1g あたり、1.6 元と表示されています。こちらは品名が、虫草と書かれています。冬中花草です。価格は 1g あたり、268元という価格設定です。産地は雲南。ガラスケースの中に、形を崩さないよう、そのままの状態で展示されています。こうして値段を見ると、1g 単位で売られているものが多く、日常の食材というより、薬用として少量ずつ使うものなんだな、というのがわかります。次に訪れたのが、この和族の民族エリアです。入り口にある看板を見ると、ここで紹介されているのは、中国、雲南省に暮らす少数民族、和族の人たちについてです。実際の建物や展示を見ながら、和族の文化がどんな形で表現されているのか、見ていきたいと思います。和族は、雲南省の南西部、主に阿波山地と呼ばれる山岳地帯に暮らしている民族で、人口はおよそ38万人と書かれています。山が多い地域に、集落を作って生活してきた人たちです。看板によると、和族の文化で特に有名なのが、木鼓と呼ばれる太鼓。この太鼓を使った木鼓舞は、リズムがはっきりしていて、動きも力強く、かなり迫力のある踊りとして知られているそうです。また、和族の踊りは、型がきっちり決まっているというよりも、体全体を使って、感情をそのまま表現するようなスタイルが特徴で、見る人に強い印象を残す、と説明されています。生活の面では、農耕を中心とした暮らしをしてきた民族で、稲作や雑穀の栽培が大切な仕事だったようです。そのため、収穫の時期には、新米を祝う行事や、感謝の儀式が行われてきました。看板には、和族の信仰についても書かれています。自然の中に霊が宿ると考える自然崇拝の考え方が強く、村の中には神霊広場と呼ばれる場所があり、そこで祈りや儀式が行われていたそうです。このエリアに再現されている建物についても説明があります。屋根はかやぶき風で、木を多く使った構造になっているのが特徴。集落の中には、住居だけでなく、広場、穀物を保管する倉庫、石の彫刻なども配置されていて、村全体が一つの生活空間として成り立っていたことがわかります。特に中央の広場は、祭りや踊り、儀式の中心となる場所で、人が集まり、歌い、踊り、共同体としてのつながりを確認する大切な場だったようです。こうして見ると、この民族エリアは、和族の暮らしや信仰、文化を一通りわかるようにまとめた場所、という印象です。次に訪れたのが、ミャオ族の民族エリアです。入り口の看板には、ここで紹介されているミャオ族について、人口や暮らし、文化の特徴がまとめて書かれています。この先を歩いていくと、ミャオ族の暮らしや文化が、建物や展示、道具の形で再現されているようなので、実際の空間を見ながら、どんな雰囲気で表現されているのか、そのあたりを感じながら進んでみたいと思います。ミャオ族は、
中国南部から西南部にかけて広く暮らす少数民族で、看板によると、人口はおよそ1050万人。雲南省、貴州省、湖南省、広西チワン族自治区など、山が多い地域を中心に生活してきた人たちです。山岳地帯に暮らすことが多かったため、ミャオ族の生活は、自然との距離がとても近いのが特徴です。稲作や雑穀の栽培を行いながら、地形や気候に合わせた暮らし方を続けてきました。言語についても触れられています。ミャオ族は独自の言語を持ち、地域ごとに方言の違いも多いそうです。文字を使う文化が長くなかったため、歌や踊り、模様や装飾といった形で、歴史や知恵を伝えてきた、という説明が書かれています。特に有名なのが、ミャオ族の民族衣装と刺繍です。女性の衣装を中心に、細かな刺繍や銀飾りがふんだんに使われていて、見た目にも非常に華やかです。この刺繍には、自然や動物、祖先、神話などをモチーフにした模様が多く、単なる飾りではなく、願いや祈り、家族の歴史を表す意味が込められているそうです。服そのものが、ミャオ族の文化を語る存在でもある、ということですね。また、歌や踊りもミャオ族にとって大切な文化です。祭りや行事の場では、歌と踊りを通して人が集まり、世代を超えて文化を受け継いできました。看板にも、こうした表現文化が今も大切にされている、ということが書かれています。住居についても説明があります。ミャオ族の家は、木材を使った高床式の建物が多く、湿気を避けたり、家畜を下で飼ったりと、山の暮らしに合わせた作りになっています。というのが、看板に書かれていたミャオ族の基本的な背景です。次にやってきたのが、こちらのトールン族の民族エリアです。この先に、トールン族の住居や生活道具、暮らしの工夫がいくつか見られるようなので、歩きながら、どんな生活をしていたのかを想像しつつ、ゆっくり見て回っていきます。トールン族は、中国雲南省に暮らす少数民族の一つで、人口はおよそ6000人ほど。中国の少数民族の中でも、かなり人口の少ない民族になります。主な居住地は、雲南省の北西部、トールン川流域と呼ばれる山深い地域です。周囲を高い山々に囲まれ、長い間外部との行き来が少なかったため、独自の文化や生活様式が色濃く残ってきたとされています。もともとトールン族の祖先は、チベット南部や雲南北西部から移動してきた人々とされ、現在のドゥロンジャン流域に定住したのが始まりだそうです。言語についても特徴があります。トールン族の言葉は、チベット・ビルマ語系に属していて、看板には、生きた言語の化石と表現されています。外の世界から隔てられていた分、古い言語の特徴が多く残っている、という意味ですね。信仰の面では、トールン族は自然崇拝を大切にしてきた民族です。山や川、森といった自然そのものに神が宿ると考え、暮らしの中で自然と共に生きてきました。祭りは年に一度だけ行われる大きな行事があり、看板では、角エワと呼ばれる祭りが紹介されています。この祭りは、一年の実りや自然への感謝を込めて行われるものだそうです。ここにある建物は、トールン族の伝統的な住居を再現したものです。板張りを中心とした木造の家で、家の中では、親と子が一緒に生活する作りになっています。特徴的なのは、家の構造がとてもシンプルなことです。生活の中心はいろりのような場所で、調理や暖を取るのもここが中心だったそうです。煙と一緒に暮らすことで、木材の防腐にもなっていたと言われています。また、トールン族の暮らしは農業が中心で、山の斜面を利用した畑作や、自然の恵みを生かした生活が基本でした。川の近くでは漁も行われ、周囲の環境を最大限に生かして暮らしてきたことがわかります。次に訪れたのが、こちらのプミ族の民族エリアです。入り口の看板には、プミ族についての基本的な情報がまとめられています。プミ族は、中国雲南省に暮らす少数民族の一つで、人口はおよそ3万3000人ほどとされています。雲南省の中でも、比較的規模の小さい民族です。
主な居住地は、霊光や寧楼、蘭平といった雲南省の北西部、山が多い地域になります。この辺りは標高も高く、昔から農業を中心に暮らしてきた人たちです。プミ族の祖先は、古い時代の狂犬民族につながる人々とされ、長い時間をかけて、今の地域に定住してきたと考えられています。歌や踊りも生活の中に深く根付いていて、日常の中でも、歌いながら作業をする習慣があったそうです。看板にも書かれていますが、プミ族の暮らしは、農耕を基本にしながら、家畜の飼育や手仕事の文化が発達してきました。今、映っている建物は、プミ族の伝統的な住居を再現したものです。板張りを中心にした木造の家で、寒さの厳しい地域でも暮らせるよう、壁や構造はしっかりとした作りになっています。住居の中に入ると、まず目につくのが、生活の中心になる空間です。調理をしたり、家族が集まって過ごしたりする場所で、この辺りに暮らしの基本が集まっています。家具や道具は、どれも実用性を重視したものが多く、必要なものだけを長く使い続けるという考え方が感じられます。プミ族には、子供が13歳になると行われる、成人の儀礼があります。看板では、この年齢を一つの節目として、大人として認める文化が紹介されています。また、代表的な年中行事として、旧暦12月14日に行われる、羅州祭りと呼ばれる祭りがあります。この祭りは、一年の区切りとして行われ、家族や集落のつながりを大切にする行事だそうです。信仰については、プミ族はチベット仏教の影響を強く受けています。そのため、生活の中には仏教的な考え方や、祈りの要素が自然に溶け込んでいます。言葉は、プミ族独自の言語を話しますが、文字としては漢字が使われることが多く、日常生活の中で、中国語と共存してきました。住居の中を見ていると、装飾は控えめですが、暮らしやすさや、家族で過ごすことを大切にした作りになっているのがわかります。派手さはありませんが、厳しい自然環境の中で、長く続いてきた生活の知恵が、こうした住居の形に現れているように感じます。このエリアでは、プミ族がどんな場所で、どんな暮らしをしてきたのか、住居を通して、少しずつイメージすることができます。次に訪れたのが、こちらのヌー族の民族エリアです。ヌー族は、中国雲南省に暮らす少数民族の一つで、人口はおよそ3万人ほどとされています。雲南省の中でも、比較的山深い地域に暮らしてきた人たちです。主な居住地は、土耕、いわゆるヌージャン流域を中心に、福光や黄山、蘭平といった県に広がっています。この辺りは川と山に挟まれた地形で、昔から農耕を中心とした生活が続けられてきました。ヌー族は、とても古くからこの地域に暮らしてきた民族とされていて、雲南省北西部の土着の人々の一つと考えられています。民族名のヌーも、この土耕の名前と深く結びついています。看板にもある通り、ヌー族の人たちは、歌や踊りを生活の中で大切にしてきました。民謡や踊りは、祭りの場だけでなく、日常の中でも自然に受け継がれてきた文化だそうです。信仰については、自然を大切にする考え方が中心で、山や川、森といった自然そのものを敬う気持ちが根付いています。代表的な行事として、千除節と呼ばれる祭りが紹介されています。ヌー族には自分たちの言葉がありますが、文字としては漢字が使われることが多く、生活の中では中国語と併用されてきました。今、見学している建物は、ヌー族の伝統的な住居を再現したものです。木の板を使った家屋が特徴で、屋根には石板が使われることもあります。家によっては、部屋同士がつながっていたり、斜面に沿って壇上に建てられていたりと、山の地形に合わせた作りになっています。石の階段を使って出入りする家もあり、この地域ならではの工夫が感じられます。こうした住居の形からは、自然と共に暮らしながら、その環境に合わせて生活してきた、ヌー族の知恵が伝わってきます。派手な装飾は少ないですが、実際の暮らしを重視した、実用的な住居文化が、今も大切にされてきたことがわかります。
歩きながら見ていくと、ヌー族がどんな場所で、どんな風に日々を過ごしてきたのか、少しずつイメージできるエリアになっています。次に訪れたのが、こちらのリス族の民族エリアです。入り口の看板には、リス族についての基本的な情報が書かれています。リス族は、雲南省に暮らす少数民族の一つで、人口はおよそ61万人。今回見てきた民族の中では、比較的人口の多い民族です。暮らしている地域は、ヌコウや蘭荘江、それに、金沙江といった川が並行して流れる、いわゆる、三江平流と呼ばれるエリアを中心にしています。険しい山と深い谷に囲まれた土地で、農耕を中心に生活してきました。リス族は、もともと古い時代からこの一帯に暮らしてきた人たちで、歴史の中で各地に分かれて住むようになったそうです。民間では、万物には魂が宿る、という考え方が大切にされてきました。歌や踊りがとても盛んな民族としても知られていて、生活の中に自然と音楽がある、そんな印象を受けます。代表的な祭りとしては、クオシージエと呼ばれる年中行事があり、歌や踊りで一年の節目を祝います。この建物は、リス族の伝統的な住居を元にしたものです。板張りの家が多く、地面から少し高くした作りが特徴です。湿気や寒さを避けるための工夫で、山岳地帯ならではの知恵が感じられます。装飾は派手すぎず、暮らしに必要なものを大切にする、実用的な住居文化が伝わってきます。住まいの形からも、自然と折り合いをつけながら生きてきた様子が想像できます。建物の中で、リス族の女性たちが歌を歌っています。今、聞こえているのは、リス族に伝わる民族の歌です。特別な舞台というより、日常の延長にあるような歌い方で、声を合わせて、ゆっくりと響かせています。山に囲まれた土地では、こうした歌声が、遠くまでよく通ったのかもしれません。歌の内容は、自然や暮らし、家族への思いなど、身近なことを歌ったものが多いそうです。飾り立てる感じはなく、素朴で、落ち着いた雰囲気があります。こうして歩きながら見ていくと、リス族の文化は、派手さよりも、暮らしに根ざした積み重ねを大切にしてきた、そんな民族なんだな、という印象を受けます。住居、歌、生活の道具、それぞれが無理なくつながっていて、このエリア全体から、リス族の穏やかな暮らしぶりが伝わってきます。次に訪れたのが、こちらの満族の住居エリアです。満族というと、中国東北部のイメージが強いですが、雲南にも、およそ1万2千人ほどが暮らしているそうです。主に昆明や宝山、島尾といった都市部に多く、農業というより、行政や技術、医療、文化関係の仕事に就く人が多いのが特徴です。雲南に満族が入ってきたのは、清の時代。17世紀後半、清朝の政策や軍事行動に伴って、官吏や兵士として移り住んだのが始まりとされています。その後、商人としてきた人や、時代の流れで定住した人も増え、昆明にはかつて、満人街と呼ばれた地域もあったそうです。中庭を囲む配置や、落ち着いた作りを見ていると、都市部で暮らしてきた満族の生活スタイルが、少し想像できる気がします。歩きながら眺めていると、他の民族エリアとはまた違った、どこか整った雰囲気があって、満族が担ってきた役割や歴史背景が、住居の形にも現れているように感じます。次に訪れたのが、こちらの海族のエリアです。海族は、中国全体に広く分布している民族ですが、雲南にも多くの人が暮らしていて、その数はおよそ73万人。雲南省内のほぼすべての州や県に住んでいると書かれています。ただし、一つの大きな村に固まっているというよりは、都市部では町の一角に集まって暮らし、農村部では、それぞれの村に分散して住んでいるのが特徴だそうです。この辺りは、他の民族エリアとは少し違った住み方ですね。歩きながら見ていくと、建物の雰囲気も、どこか落ち着いていて、装飾は控えめな印象を受けます。
カイ族はイスラム教を信仰している民族で、生活習慣や建築にも、そうした宗教的な背景が反映されています。歴史的には、カイ族の祖先は、アラブや中央アジア、西アジア方面から来た人々と、中国各地の人々が交流する中で形成されたとされていて、雲南へも、交易や移動の中で入ってきたと説明されています。雲南では、他の少数民族と隣り合って暮らしながら、交流を重ねつつ、自分たちの信仰や文化を守ってきた、という点も特徴の一つです。このエリアに再現されている建物は、住居を中心とした構成になっていて、中庭や庭園のような空間も取り入れられています。都市部に住む海賊の住宅や、集合住宅的な配置をイメージした作りだそうです。派手さはありませんが、生活を重視した、実用的で整った印象があります。日々の暮らしを大切にする海賊の価値観が、建物の配置や雰囲気にも現れているように感じます。こうして歩いて見ていくと、雲南という多民族地域の中で、海賊がどのように暮らし、どんな立ち位置で文化を受け継いできたのか、少しずつイメージできる気がします。次に訪れたのが、こちらのヤオ族のエリアです。ヤオ族は、中国南部を中心に広く分布している民族で、雲南だけでなく、湖南省や広西チワン族自治区などにも多く暮らしています。雲南省内のヤオ族の人口は、およそ19万人とされていて、少数民族の中では比較的規模の大きい民族の一つです。歩きながら見ていくと、ヤオ族の集落は、山間部に適応した暮らしを前提にしていることがわかります。看板にもある通り、雲南のヤオ族はいくつかの系統に分かれていて、それぞれ服装や風習に違いがあるそうです。歴史的には、ヤオ族の祖先は、長江下流域に起源を持つという説や、古代の百越と呼ばれた人々の流れを組むという説があり、長い時間をかけて、南方の山岳地帯へと移動してきたとされています。雲南に本格的に入ってきたのは、明から清の時代にかけて。その過程で、独自の信仰や生活習慣を守りながら、山の中での暮らしを続けてきました。ヤオ族の信仰は、道教の影響を受けたものが多く、修行や儀礼を重んじる文化があります。特に成人儀礼は重要で、男性が一人前として認められるために行う儀式は、ヤオ族の文化を象徴するものの一つです。建物を見ていくと、民家は高床式や平屋が混在していて、周囲の地形に合わせた作りになっています。住居の他にも、集会に使われる建物や、倉庫、門のような構造物が配置されていて、集落としてのまとまりを感じます。全体的に見ると、装飾は比較的控えめですが、木材の使い方や配置には、ヤオ族らしい特徴が残されています。実用性を重視しながらも、信仰や伝統が、さりげなく暮らしの中に組み込まれている印象です。こうして歩いてみると、ヤオ族が自然と向き合いながら自分たちの文化を守ってきたことが集落の作りからも伝わってきます。派手さよりも長く続いてきた暮らしの積み重ねを感じさせる、そんなエリアです。次に訪れたのが、こちらのラフ族のエリアです。ラフ族は、雲南省に暮らす少数民族の一つで、人口はおよそ45万人。主に、プーアルや林荘など、雲南南西部の山岳地帯を中心に生活しています。ラフ族の人たちは、自分たちのことを、山から降りてきた民、という意味の呼び方で表現するそうで、長く山と共に暮らしてきた民族です。看板によると、もともとは自然信仰を中心とした暮らしをしていて、森や山、動植物など、自然そのものを大切にする考え方が根付いていました。その後、19世紀頃になると、キリスト教が伝えられ、現在では信仰と伝統文化が、独自の形で共存しているそうです。歩きながら見ていくと、ラフ族の集落は、比較的コンパクトにまとまった作りになっています。住居の他に、集会に使われる建物や、共同で利用する広場が配置されていて、人と人とのつながりを大切にする暮らしが感じられます。ラフ族の文化の中で、
特に重要なのが歌と踊りです。日常の中でも、歌声やリズムが自然に生活に溶け込んでいて、祭りや収穫の時期には、より賑やかな踊りが披露されます。看板にもある通り、ラフ族の踊りは、足踏みや円を描く動きが多く、仲間同士が声を掛け合いながら進むのが特徴です。見ていると、労働の合間や、収穫の喜びを分かち合う様子が、そのまま形になっているように感じます。集落の中央付近には、広場のような場所が設けられていて、ここが人々の集まる中心になっています。祭りの時には、この場所で歌や踊りが行われ、世代を超えて文化が受け継がれてきました。建物の作りを見ていくと、装飾は控えめですが、実用性を重視した作りになっていて、山間部での暮らしに適した工夫が随所に見られます。派手さよりも、長く暮らし続けるための知恵が優先されている印象です。こうしてエリアを歩いてみると、ラフ族の文化は、自然、信仰、そして人とのつながりを軸に、とても素朴で、力強い形で残されていることがわかります。山の暮らしの中で育まれてきた生活文化が、この集落全体から静かに伝わってきます。次に訪れたのが、こちらのキノ族のエリアです。キノ族は、雲南省に暮らす少数民族の一つで、人口はおよそ2万人ほど。主に、雲南省南部のシーサンパンナにある、キノ山と呼ばれる山岳地帯を中心に生活しています。キノ族は、雲南省に暮らす民族の中でも、比較的近年になって民族として正式に認定された民族で、長く山の中で暮らしてきた歴史を持っています。そのため、生活や信仰の中には、自然との結びつきが色濃く残っています。看板の説明によると、キノ族は歌や踊りが得意な民族とされていて、祭りや行事の際には、太鼓の音とともに踊る姿がよく見られるそうです。エリアの中を歩いていくと、中央に広場のような空間が設けられているのがわかります。ここは、看板にも書かれている。太陽広場をイメージした場所で、祭りの時には、太鼓を打ち鳴らしながら踊りが披露されるそうです。キノ族の踊りは、動きが比較的はっきりしていて、リズムも力強いのが特徴です。太鼓の音に合わせて、体全体を使って表現する踊りは、見る人にもエネルギーが伝わってくるような印象があります。特に特徴的なのが、太陽を信仰する文化です。キノ族の人たちは、太陽をとても大切な存在として崇拝してきました。太陽は、作物を育て、山の暮らしを支えてくれる存在として、生活と深く結びついてきたとされています。周囲の建物を見てみると、木を中心にした作りになっていて、山の斜面に沿うように配置されています。こうした作りからも、キノ族が長く山と共に暮らしてきたことが感じられます。住居の他に、集会に使われる建物や、物を保管するための蔵のような建物も見られます。村全体が、一つの共同体として機能するように構成されているのがわかります。看板には、キノ族の集落は、周囲の自然と調和するように作られている、という説明もあります。実際に歩いてみると、建物と木々、岩や道が、無理なく一体になっている印象を受けます。こうしてエリアを歩きながら見ていくと、キノ族の文化は、派手さよりも、山の中で生きるための知恵や、自然への感謝の気持ちを大切にしてきた文化だということが伝わってきます。太陽を敬い、仲間と共に歌い、踊り、山の中で暮らしを続けてきたキノ族。このエリアは、そんなキノ族の生活と信仰を、わかりやすく伝える空間になっているように感じられます。次に訪れたのが、こちらのモンゴル族のエリアです。まずは、入り口の看板に書かれている内容を簡単に見てみます。
雲南省に暮らすモンゴル族の人口は、およそ2万8000人とされています。もともとは、元の時代に、フビライ・ハンの遠征に伴って、雲南の地にやってきた人たちの子孫と言われています。現在は、雲南省の通海県やその周辺を中心に暮らしていて、都市部に住む人もいれば、他の民族と一緒に生活している人も多いそうです。看板の説明にもあるように、雲南のモンゴル族は、内モンゴルの草原で暮らす遊牧民のイメージとは、少し違った生活スタイルをしています。もともとは、軍の駐屯地としてこの地に定住し、その後、湖の水位の変化などもあって、漁業や農業へと生活の中心を移していきました。看板には、モンゴル族の代表的な祭りとして、ナーダムが紹介されています。本来は、馬術や相撲、弓などを競う祭りで、草原の文化を色濃く残した行事です。雲南に暮らすモンゴル族も、こうした祭りや衣装、音楽を通して、自分たちの文化を今も大切に受け継いでいるそうです。エリアの奥の方に歩くと、モンゴル族の住居をイメージした建物があります。草原のゲルのような建物が、雲南の気候や風土に合わせた作りになっているのがわかります。それでも、建物の配置や広場の取り方などには、どこか遊牧民族らしい、開放的な雰囲気が残っています。建物の装飾や色使いにも、モンゴル族らしい衣装が取り入れられています。派手すぎず、どこか素朴で落ち着いた印象です。このエリアは、草原のモンゴル文化と、雲南という土地で培われた暮らしが、重なり合ってできた空間、そんな風に感じられます。遠く離れた草原の記憶を残しながら、この地で暮らしを続けてきたモンゴル族。ここを歩いていると、その長い歴史の一端を、静かに感じ取ることができるような気がします。次に訪れたのが、こちらのチワン族のエリアです。まずは、入り口の看板に書かれている内容を見てみます。チワン族は、中国の少数民族の中でも、人口がとても多い民族の一つです。雲南省だけでも、およそ114万人が暮らしていると書かれています。雲南のチワン族は、主に文山州を中心とした地域に多く住んでいて、山の斜面や水の豊かな土地を利用しながら、集落を作って暮らしてきました。看板によると、チワン族は、水耕栽培を得意としてきた民族だそうです。山あいの土地に棚田を築き、水を引きながら、長い時間をかけて農業を続けてきました。また、太陽を大切にする信仰を持っていて、自然への感謝や祈りが、生活の中に深く根付いているとも書かれています。エリアの中を歩いてみると、まず目に入るのが、広場と、その周囲に並ぶ建物です。看板にもあったように、この辺りは、祭りや儀礼が行われる中心的な場所を再現しているようです。チワン族の祭りでは、銅鼓と呼ばれる大きな太鼓が使われます。この銅鼓は、邪気を払ったり、豊作を祈ったりするための、とても大切な道具です。実際に歩いてみると、広場の配置や建物の向きが、人が集まることを前提に考えられているのがわかります。建物は、木を使った作りが多く、屋根や柱にも、独特の装飾が施されています。派手さはありませんが、しっかりとした存在感があります。看板の説明には、チワン族は、歌や踊りがとても盛んな民族だとも書かれていました。日常の中でも、歌を通して気持ちを伝えたり、人と人とのつながりを深めてきたそうです。こうして歩いていると、建物の間隔や、小さな道の取り方からも、集落としての暮らしが、意識されているのが伝わってきます。また、チワン族の村には、年配の人たちが集まって語り合う場所や、若い人たちが集まる空間も、設けられていたと書かれています。このエリアでも、そうした交流の場を意識した作りが、あちこちに見られます。さらに進んでいくと、水車や水路をイメージした設備も見えてきます。水と共に生きてきた民族であることが、こうした細かな部分からも感じられます。看板の最後には、チワン族の暮らしは、自然、信仰、農業、そして人とのつながりが、一体となって成り立っている、ということが紹介されていました。ここを歩いていると、
単に建物を見るというよりも、集落の中を静かに通り抜けているような、そんな感覚になります。大きな装飾や派手な演出ではなく、日々の暮らしを積み重ねてきた民族の時間が、この空間全体に込められているようです。チワン族のエリアは、雲南という土地で、長く続いてきた農耕文化と、人と自然との関係を、わかりやすく伝えてくれる場所だと感じました。歩きながら見ていくことで、看板に書かれていた内容が、少しずつ立体的に見えてくる、そんなエリアです。次に訪れたのが、こちらのペー族のエリアです。ペー族は、雲南省を代表する少数民族の一つで、人口はおよそ150万人以上。主に大理を中心とした地域に多く暮らしてきた民族です。看板にも書かれている通り、ペー族は、古くから雲南のこの辺りで生活してきた、歴史の長い民族だそうです。特に有名なのが、大理の周辺に広がる平野や湖の近くで営まれてきた暮らし。農業を中心にしながら、商いも盛んに行ってきました。では、エリアの中を歩きながら、もう少し詳しく見ていきます。歩き始めてまず目に入るのが、白い壁が印象的な建物です。ペー族の住居は、白い漆喰の壁に、黒や灰色の屋根瓦という組み合わせが特徴だと、看板にも紹介されていました。この白い壁は、見た目の美しさだけでなく、強い日差しを和らげる役割もあるそうです。建物の壁や門の周りをよく見ると、細かな装飾や、絵のような模様が描かれているのがわかります。これは、ペー族の建築文化の大きな特徴の一つです。ペー族は、住まいをとても大切にする民族で、家そのものが、家族の誇りや歴史を表しているとも言われています。さらに歩いていくと、中庭を囲むような建物配置が目立ちます。これは、四合院と呼ばれる形式で、ペー族の伝統的な住居の形です。中庭を中心にして、家族が集まり、日常の暮らしが営まれてきました。看板によると、ペー族は、農業だけでなく、商業や手工芸も盛んだったそうです。染め物や木工、石細工など、手仕事の文化が発達してきました。こうしてエリアを歩いていると、ただ建物を並べているというより、人が実際に暮らしていた空間の雰囲気を再現しようとしているのが伝わってきます。また、ペー族は宗教や信仰も生活に深く結びついています。自然や祖先を大切にし、祭りや年中行事を通して、人と人とのつながりを保ってきました。建物の配置や広場の取り方にも、そうした集まりの場を意識した工夫が感じられます。歩きながら見ていくと、派手さはありませんが、どこか整った印象を受けます。ペー族の文化が、実用性と美しさの両方を大切にしてきたことがわかります。看板の説明では、ペー族は、漢族との交流も長く、文字や建築、生活習慣の中に、お互いの影響が見られるとも書かれていました。そのため、このエリアの建物も、どこか中国の伝統的な街並みに近い雰囲気があります。それでも、白い壁や装飾、中庭を中心とした構成など、ペー族ならではの特徴が、しっかり残されています。こうして歩いていると、ペー族がこの雲南の地で、長い時間をかけて、暮らしを築いてきたことが、自然と伝わってきます。ペー族のエリアは、雲南の民族文化の中でも、とても落ち着いた印象の場所だと感じました。華やかさよりも、暮らしの積み重ね、そんなペー族の文化が、この空間全体に現れているようです。ここは、雲南省に暮らす少数民族、ナシ族の文化を紹介するエリアです。ナシ族はおよそ30万人。主に霊光周辺を中心に暮らし、独自の言語と宗教、そして世界的にも非常に珍しい文字文化を今に伝えています。目の前に描かれているこの大きな壁画には、ナシ族の創世神話や、自然と共に生きてきた世界観が表現されています。人、動物、神、精霊が同じ空間に描かれ、善と悪、天と地、命の循環が一つの物語として展開されています。
壁一面に散りばめられている不思議な記号のような文字。これはトンパ文字と呼ばれる、現在も宗教儀礼で使われている、世界でも数少ない処刑文字です。芝生の上に立ち並ぶ木の柱が見えていますが、これらの柱にも、色鮮やかな絵とともにトンパ文字が描かれています。トンパ文字は、読むというよりも、意味を思い出すための記号に近い文字です。一つ一つの絵が、神の名前、自然現象、祈りの言葉を表しており、ナシ族の祭司であるトンパだけが完全に読み解くことができました。文字でありながら、絵でもあり、同時に宗教的な力を持つ。それがトンパ文字の大きな特徴です。さらに奥に進むと、多くの木柱が整然と並んでいます。この配置自体も、ナシ族の世界観を象徴しています。天地、方位、自然の力が意識され、空間そのものが祈りの場として設計されています。ナシ族にとって、宗教や神話は、特別な場所だけのものではありません。日常の空間そのものが、神と人が共に存在する世界なのです。さらに進むと、視界が一気に開けた中庭のような空間に出ます。ナシ族の伝統建築は、石畳と木造建築を組み合わせた、四合院形式が基本です。中庭は、家族が集まり、儀礼を行い、日常を過ごす中心の場所。建物の配置には、風、水、太陽の動きが細かく計算されています。ナシ族の信仰では、自然は征服するものではなく、共に生きる存在。この静かな中庭からも、自然との距離感がはっきりと伝わってきます。さらに進んで、建物の中に入ると、壁一面にかけられたトンパ文字の掛け軸が目に入ります。これらは、祈祷文、神話、人生訓などを記したものです。トンパ文字は、文字の形そのものに意味があり、声に出して読むことで初めて力を持つと考えられてきました。そのため、ナシ族の文化は文字、音、儀式が一体となっています。展示されている作品からは、学問としての文字ではなく、生きた信仰としての文字文化が伝わってきます。次に見えてきたのが、家の中に設けられた祭壇の部屋です。ここでは、祖先や守護神に対して祈りが捧げられます。派手な装飾はありませんが、一つ一つの配置には意味があります。項、文字、供物、それぞれが神と人をつなぐ役割を果たしています。ナシ族の伝統的な住居は、木梁房四合院と呼ばれる独特の住宅様式です。木梁房とは、太い丸太を横に積み重ね、木と木を噛み合わせて組み上げる建築方法のこと。釘をほとんど使わず、木の重みそのものを生かした構造は、地震が多く、寒暖差の大きい、霊光周辺の環境に適応してきました。この木梁構造の建物を、中庭を囲むように配置したのが、四合院形式です。中央の中庭を中心に、母屋、寝室、作業部屋、倉庫などが並び、家族の暮らしが一つの空間に集約されています。中庭は単なる空き地ではなく、家族が集い、食事をし、祭祀や儀礼を行う生活と信仰の中心でもあります。祖先や自然の霊が身近に存在すると考えるナシ族にとって、住むこと、祈ること、働くことは切り離されていません。木梁房四合院は、自然への適応、家族の結びつき、そしてナシ族の世界観そのものを形にした住まいなのです。次に訪れたのが、イ族の民族エリアです。イ族は、雲南省で最も人口の多い少数民族で、その数はおよそ470万人に上ります。イ族は主に、金沙江流域や、愛老山、羽毛山、といった山岳地帯に暮らし、歌と踊りを生活の中心に据えてきた民族です。日常の中で歌い、祝いの場では踊る。三弦や
月金の音色に合わせた踊りは、遺族の暮らしそのものを映し出しています。建物の装飾には、虎や太陽といったモチーフが多く使われています。虎は祖先の象徴、太陽は生命と時間を司る存在。遺族の世界観が空間全体に表現されています。この広場は、遺族の精神世界を象徴する場所です。中央には彫刻柱が立ち、周囲には虎や牛など、遺族の信仰に関わる動物像が配置されています。円形の配置は、自然と人間が循環する世界観を表しています。そしてこちらは、遺族の民族衣装の貸衣装店です。黒や赤を基調とした衣装に、銀飾りや幾何学模様が施され、身につけることで、遺族としての誇りを表現します。これらの衣装は、祭りや踊りの場で着用され、動きとともに模様や装飾が際立つよう作られています。次に訪れたのは、ハニ族の村です。中国雲南省の山岳地帯を中心に暮らしてきた、農耕を基盤とする少数民族です。ハニ族は、およそ140万人以上が暮らす民族で、黄河、元江、蘭荘江流域の山間部に多く居住しています。彼らの最大の特徴は、山の斜面を何百段にも切り開いた棚田農耕です。自然の地形と水の流れを読み、森水田村を一体として管理する、高度に完成された農耕文化を築いてきました。この景観は現在、世界的にも高く評価されています。この広場に見えるレリーフには、ハニ族の神話や農耕の営みが彫刻で表現されています。太陽や月、水、そして人間。自然界のすべてに魂が宿るという、ハニ族の多神信仰、自然信仰の世界観がここに現れています。ここは、ハニ族の民族衣装で写真撮影ができるスタジオです。壁一面に並ぶポートレートは、観光とともに民族文化を残す試みでもあります。ハニ族の住居は、土、木、藁といった自然素材を使った建築が基本です。外壁は厚く、屋根は急勾配。山の寒暖差や湿気から暮らしを守るための実用性を重視した構造になっています。この道を歩くだけでも、山と共に生きてきた民族の知恵が伝わってきます。建物の中に入ると、中央には火を囲む生活空間が設けられています。ここは調理をする場所であり、家族が集い、語り合い、祭祀を行う空間でもあります。火は、命、祖先、共同体をつなぐ存在。ハニ族の暮らしの中心に、常にあり続けてきました。再び外に出ると、建物が連なるこの風景が広がります。ハニ族の村は、単なる住居の集まりではなく、自然と人間が共存する一つのシステムです。山を壊さず、水を奪わず、何世代にもわたって受け継がれてきた暮らし。ここには、現代社会が忘れかけている。自然と生きる知恵が、今も息づいています。今日、歩いてきたのは、26の民族が集まる場所でした。ただ、それぞれが本来暮らしてきた土地は、ここではありません。山の中、国境の近く、離れた地域。それらが今、同じ距離で、同じ敷地に並んでいます。この光景を、どう受け取るか。判断するのは、見ているあなたです。過去7日以内にアップされた動画を YouTube モバイルアプリでご覧の方は、コメントプレビューのカルーセルを左にスワイプするか、いいねボタンをタップして表示される YouTube の新機能、タイプボタンを押して応援してください。これからの動画作りの大きな励みになります。世界の辺境マニアです。このチャンネルでは、
日本人がほとんど行かない、辺境や秘境ばかり行っています。旅して回った国は70カ国以上。有名観光地には興味がなく、日本人がほとんど行かない辺境の地で少数民族の生活と触れ合うのが好きです。1年間の3分の2は旅をしていますので、これからもどんどん辺境の動画を投稿していきます。興味のある方は最新辺境情報を見逃さないように、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。